ってこういうことなんだっていうのを思わせるようなエンジン、軽やかになりました。先行してこの X3 にたくさん入ってる、市場に値するモデルだと思いますので。さあ今日はですね BMW 東京ベイを起点にこの X320D X ドライブ M スポーツ試乗していきたいと思います。自分で施工でこの効果、シラさん50。名前が長いんですけれども久しぶりになるんじゃないですか、国内の BMW 市場ね。ミニはねお届けしましたけれども、結構ね長い間うっかりすると本当にもう乗り過ごしてしまう。うちの動画のコメントにもですね、最近 BMW 乗ってないですけど BMW 嫌いなんですかというお問い合わせがありました。嫌いなわけない、大好きですけども、そうなんですよ。この X3 もですね2024年に発売ということで、もう去年になるんですよね。レビューをお届けしてなかったので改めてお届けしていきたいなと思います。今日は 20D なのでディーゼルです。当チャンネルの視聴者の皆さんならなんとなくご存知かなと思うんですけれども、いや最近は言ってないし最近は乗ってないからあんまり分かんないかも。私すごいディーゼル愛好家なんですよ。ディーゼルエンジンが大好きなんですけれども、かといってディーゼル車に今所有してるわけではないんですけれども、こういうですね特にジャーマン3のディーゼルモデルの市場で本当にハッとするんですけれども、ドイツのディーゼルってやっぱすごいんですよね。ものすごい質感が高い中でも、私今回乗ってみて本当に鮮烈にびっくりしてるのが、そうだった BMW のディーゼルってものすごい繊細なんだったっていうことです。繊細っていうのはデリケートっていう意味ではなくて、ものすごく質感が高いんですよ。他の会社のディーゼルエンジンと何が違うかっていうと、吹き上がりですね。アクセルを踏み込んでいった時のふわっとこうね燃焼していく感じがものすごくシルキーなんですよ。これこそ本当にシルキーなんです。シルキーってこういうことなのかっていうぐらい、ガソリンエンジンと比較してどうかとかいう野暮なことをしたくないぐらい、このディーゼルエンジンのこの本当にさざ波のようなエンジンサウンドとともに滑らかに吹き上がっていくっていう感じ、吹き上がりってこういうことなんだっていうのを思わせるようなエンジン、これがですね BMW のディーゼルの良さ。直接的なライバルとしてはやはり同じジャーマン3の一つでありますメルセデス・ベンツのディーゼルエンジンっていうのが挙げられると思うんですけど、私はメルセデスのディーゼルも本当に大好きです。ただこの BMW のディーゼルエンジンに比べるとやはりですねメルセデスの方が実はちょっとワイルド味があるというかね、ちょっと雑味を感じてしまうぐらいこの BMW のディーゼルエンジンってものすごくシルキーですね。本当に何回も言うけど本当にシルキーだなって思うんですよ。このもう滑らかっていうのもはばかられるぐらいのこうとろみというかね、まろみのあるこのエンジンフィールっていうところと、その BMW らしい機敏さ、そのパワフルさっていうのがうまく融合している。しかもですねこの X3 新しい世代になってやっぱりねいろんなところが洗練されているので、こう打の入り方とかがものすごく良くなったなっていう感じもするんですよね。もう正当進化として素晴らしいなと思います。もともとあったエンジンの良さを、さらにですねこのステアフィールであったりとかこの先進装備っていうのが、さらに助けているっていう感じがするんですよね。で大きなやっぱり要因のうちの一つとしてはやっぱり 48V のマイルドハイブリッド化されたこと、これがさらにそのトルクのムラのなさ、最初から初期からの滑り出しの良さっていうのを叶えているなというのはすごく実感しています。そう前回の X3 からですね実はこのマイルドハイブリッドって上のガソリンクラスにはあったんですよ。なんですけれどもこの世代の X3 からはですねガソリンエンジンとそれからディーゼルエンジンね、ガソリンエンジンもですね今回のこの X3 のラインナップっていうのはガソリンエンジンで、同じ2リッターのもので出力違いで、ベースグレードとそれから M のグレード、それからこのディーゼルの、20D がラインナップしているという計3つのパワートレインの展開になるんですけれども、この全てがマイルドハイブリッド化されて、さらにですねラインナップの中には電動化モデルも今後追加されるということが発表されております。
というわけでですね、やっぱり BMW ってものすごいパワートレインの選択肢が豊富なメーカーでもあるんですけれども、今買える ICE、今買えるディーゼルとして、この 48V マイルドハイブリッド化されたというのはですね、非常にユーザーメリットの高いところであると思います。大体持って本当に下から取る気になりました。そしてものすごい滑らかになりました。めちゃくちゃ気持ちいいです、率直に。でこの、電動のサポートが入ったことによって、おそらくですねその BMW、このですねステアリングホイールが太いその M スポーツっていうねこのパッケージですけれども、この打角と良さっていうのもさらにクイックになったかなと思います。他のメーカーに比べての BMW ってやっぱりアジリティ、その機敏性、俊敏性、走りっていうところが、BMW の特徴だと思うんですけれども、近代 BMW の特徴としてはやっぱりステアフィールがすごく鋭くて軽いっていうところにあると思うんですよね。でこの軽快さ、軽妙さっていうのが SUV である X3 にもちゃんと踏襲をされていて、非常に走りの質感が軽やかになりました。近代的というかね、先進的、ちょっと本当に全体的にその電動モデルによったっていうとちょっと語弊があるんですけれども、電動モデルのいいところを IC で味わえていくような感じもしています。そしてびっくりするぐらい今日首都高が空いているのはどうしてだ驚くぐらいスースーで全く渋滞がないんですが、こういうね、首都高ってすごく複雑なカーブが続いていくので、やっぱり SUV って腰高ですから、ともすれば結構ねハンドリング難しいコースでもあるんですけれども、めちゃめちゃロードホールディング性がいいですね、この X3 で。そうなんですよ、19インチのねタイヤを履いていて結構な扁平なんですけれども、このミシュランのすごく硬柔らかい感じの足と、すごいですよね。このBMW の味の一つすごく大きなポイントはやっぱりですね、足の味付けのうまさっていうのが最近あると思うんですよ。これでびっくりするのが電気自動車のサスペンションの良さなんですけれども、これが ICE でも軽薄感がなく、しかもですねペラペラ感というか、その接地感の薄さっていうのにもつながっておらず、しっかりと接地していながら転がり感もあるみたいなね、こうタイヤとのうまいマッチングみたいなところにもつながっていて、19インチで扁平ではあるんですけれども、こうほんの少し硬さっていうのをねやっぱり感じるんですけれども、その硬さがスポーティーさとちゃんとこうマッチングしているっていうところがとってもですね乗っていて気持ちいいんですよ。その本当に今見えますかこれですよ。今トンネルに入ってきたのでお見せできますけれども、このアンビエントライト、これが X3 独自のアンビエントライトになってます。他のモデルはねこんなしつらいのものがないので、ここがですね X3 だけの特徴でもあります。はい。でその柔らかさ、硬柔らかさというかね、こうしなやかなんだけれどもちゃんと当たりがあるっていうところの、その BMW らしいその走りの演出、走り感の演出みたいなところもあって、ここもねとってもこう思った通りの BMW プラスアジリティっていうところに、こう味付けが及んでいて、思った以上にリニアです。これね現実的に所有するモデルとしてものすごく満足度が高い車だと思います。いやしかもディーゼルですよ。でさっきからちょっと映ってるかどうかわかんないんですけど、例えばハザードつけたりとかするとこのアンビエントライトと連動するんですよね、この辺の。だからここもちょっと電気自動車っぽいっていうか、そうこれねちょっとね注目してもらいたいんですけど、去年の2月にポルトガルで開催された試乗会に参加をさせていただきました。で、そこで撮らせていただいたのが、メインはですね X2 だったんですけれども、その時にね結構クローズドな空間の中でノイエクラッセというですねSUV のデザインスタディモデル、コンセプトモデルをね撮影させていただきました。詳しくは下の概要欄に貼っときますね。でこれがその時もですねちょっと匂わせがあったんですけれども、次期 iX3 として近く発売されることがアナウンスをされています。でそのデザイン要素がめちゃくちゃ入っているのがこの X3 なんですよ。だから先行して実はですね今後その電動モデルが後から追加されて、そしてその電動モデル用に用意されたデザインっていうのが先行してこの X3 にたくさん入ってる。ちょっとね X3 って今まで
クラシカルな印象があった人もいたかなって思うんですけれども、今回の X3 はですね本当に先進的なので、今までの X3 の概念が結構変わっちゃうぐらいに面白いことたくさんやってるよっていうのはちょっと注目していただいた方がいいポイントだと思います。とにかくですね、それを何が言いたいかって自分に言い聞かせてるっていうね。久しぶりに2シリーズ以上の BMW になると、いやもう BMW の本気がそこに凝縮されてくるわけですよ。やっぱりその価格って投資とつながっているので、やっぱいい車ってそのメーカーの本気度を表しますよね。で特にですね、このさっきから言っているノイエクラッセっていうコンセプトモデルって、いや嘘でしょっていうぐらいすごい気合いの入ったデザインモデルなんですよ。でこれが我々に公開されたこと、そのモーターショーとか以外でわざわざそれをポルトガルまで持ってきて見せたっていうことの意味というか気合っていうのが、その裏にあるわけで、いやそのねデザインスタディがすごかったんですよね。なんかもういろんなことが多分そこの機能の半分ぐらいは入らないんですけど、例えばねフロントガラスにいろんな文字が投影されるとか、次世代の次世代ぐらいのね技術が入っていたので、ちょっとねまだ入んない技術もたくさんあると思うんですけれども、デザインの要素としてはもう注ぎ込まれているんだなっていうのをですね、この X3 乗った時点で感じます。逆に言うと iX3 もすっごい楽しみだなとも思います。でこの先進的なデザインとこの乗り心地、ディーゼルの乗り心地がもう本当にこれディーゼルなのっていうぐらいものすごい滑らかなので、これはもう絶対にエンジンがあるうちに体感しといてほしい。ちょっとでスペック言うの忘れてましたけれども、2リッターの直4のターボディーゼルになってます。でこのターボ感もものすごい滑らかですし、ものすごいナチュラルでものすごいトルクがあるんですよ。で400ニュートンメーターっていうトルクの数字なんですけれども、あとね 192PS っていう数字で見るとそんなに大したことないんですけれども、これねもう数字以上、お値段以上、本当にねこのスペック以上のトルク感、これは本当にねマイルドハイブリッドの恩恵も絶対にあると思うんですけれども、下からのトルク感とそれからこの滑らかさ、それからねこの頭打ちしない感じ、ディーゼルってすごく下からのトルクありますけれども、ある程度のところで頭打ちするというか、ちょっとトルクの感じが平坦になっちゃうところがどうしてもあるんですけれども、それがですねそのガソリンモデルぐらいめちゃくちゃ滑らかにどこまでも吹き上がっていく。これはターボの味付けも上手かなっても思いますけれども、そういうとこですよね。その絶妙に走らせ感があるディーゼルっていうのをこの先進インテリアとともに楽しめるっていうところね、ここはねもう非常に注目していただきたい。もう市場に値するモデルだと思いますので、ご期待いただきたいなと思います。でね、なんか最近欧州の車が高くなったと言いながらですね、もっと高くなった車がたくさんあるので、今値段見てびっくりしたんですけど、これ860万とかで車両本体価格なんですね。でしかもこれ M スポーツだから、そもそもやっぱ吊るしでいいじゃないですか。でオプションであんまりつけるものもないと思うので、結構いい買い物なんじゃないですかね。いろいろこれついて900万超えてますけれども、900万って聞くとやっぱ高いか。ちょっとこの車のことを今まで紹介しなかった自分のことを今責めております。いやいいですよ。久しぶりにこの BMW のディーゼルに乗ると本当にハッとしました。特にねこの2リッターのねディーゼルに乗ると、そうでガソリンになるとね直6なんですよね。直6ですよ。そっちの方がもっとシルキーなんじゃないの、やっぱりシルキー6なんじゃないのっていうふうに思います。それはねまたちょっと市場がかなったらお伝えしたいなと思いますが、ひとまずやっぱりね今非常にガソリンも高いですから、ディーゼルの優位性っていうのはすごく高いんじゃないかなと思いました。やっぱりいいな、この忘れてました、この感覚を。そうだったっていうね、思い出させてくれました。 X3 が BMW のディーゼルの良さをさらにマイルドハイブリッドでもっと良くなっている。そうそれからですね言うの忘れてました。実はですね ADAS もすごく進化してます。今日は珍しいぐらい首都高が空いているので試せなかったんですけれども、なんとですねハンズオフ機能がついているので渋滞時も非常に楽だと思います。一定条件下での作動とはなりますけれども、渋滞の時にね心強いサポートをしてくれるハンズオフっていうのもですね、ぜひ試していただけたらなとも思います。いやこのヘッドアップディスプレイの絵とかもすっごい綺麗なんですよね。
今車線変更しましたけれども、車線変更した時に前にずっとねトラックがいるんですが、それもちゃんとこう絵としてこのねヘッドアップディスプレイの中に見せてくれて、で視点の変更はない、このままいけますので、とってもストレスなくその ADAS の画面が見れるっていうね、すごくいいインターフェースになってますね。この辺もそのノイエクラッセではもっと進化したものが映し出されてましたけれども、そういうことですかね。こうやって新しい技術がどんどんねちょっとずつ導入されていくんですね。自分で施工でこの効果、シラザン50。